強チャンネル。こんにちは、マリサだぜ。今日も積分計算をするぜ。と言いたいところだが、今日はいつもとは少し違う。とある5回答について話したいんだ。題して、この回答の何がダメ？まずは問題から見ておこう。今日の問題はこちら。次の積分を計算せよ。インテグラル x イコール0から π までのタンジェント xdx。なんだかどこかで見たことがある気がするな。だが気にせずに、まずは5回答から見てみよう。この積分区間にはタンジェント x の不連続点である x イコール2分の π が含まれている。なので、まずはその不連続点を除いた区間の積分を考えよう。下位区間2分の π 乗の積分を見てみる。ここで、x イコール π-u と置き換える。すると、下位区間0、2分の π の積分のマイナス1倍に一致することが分かった。次に、与えられた積分を見てみる。この積分を2つの区間に分けよう。すると、右辺の右側の項が先ほど計算した値に一致することだろう。置き換えてみる。右辺はある値とそのマイナス1倍との和で表されている。であれば、その値は0だ。というのが誤った回答だ。論理から答えまで全て誤りと言ってもいい。ちょっと、何しらじらしく5回答の紹介なんてしているのよ。あんたがこれを述べたんでしょうが。おい、やめろって。やめないわよ。あんたが定積分の値を求めよっていうショート動画で世に広めたんじゃない。謝りなさいよ。私が悪かったぜ。ごめんなさい。そう、この動画は自らの過ちを正すために撮っているんだ。隠していて悪かったな。改めて、次は正しい回答例を見せる。考え方は5回答のものと似ていて、タンジェント x の不連続点である x イコール2分の π を中心に考えるんだ。与えられた積分の、その区間を2分の π を単点とするように2つの積分の極限について考える。不連続点の左側の区間はその単点を左極限で表し、右側についても同様に設定する。この時点では元の積分について触れていない。そして、これらの極限をそれぞれ計算してみると、どちらも正確の無限大に発散する。つまりは有限の値を取らない。よって、講義積分といえど与えられた積分の値は存在しないと言える。値が存在しないのだから、5回答で見せた等式は全て成立しないことになる。最初から最後まで、何から何まで間違っていたわけだ。一応、上に見せた極限の計算過程を残しておくぜ。積分の過程は一部省略したが、有限の値に収束しないことは分かっただろう。イプシロン0とイプシロン1は、それぞれ別々に0に近づけるので足し合わせても値は定義されないぜ。すでに言ってしまったが、定義されないものに対しての等式が成立するわけがない。補足をしよう。講義積分が何なのかを説明しておきたい。講義積分には、非積分関数が無限大に発散するような点が積分区間に含まれるものと、積分区間そのものに無限大が含まれるものがある。今日扱ったのは前者だな。区間は有限だったが、x イコール2分の π の時に非積分関数が発散した。左側からなら正に、右側からなら負に。不連続点についての講義積分はこのように定義される。区間の中間にある不連続点を端にするように2つの部分区間に分け、それぞれの極限を考えたんだな。2つの極限値が存在するならば、その和が元の区間の積分だと定義されているようだ。今日の問題では、極限が存在しなかったために与えられた積分の値を定義できなかったんだ。5回答においては極限の存在を確かめずに、それも値が存在するだろうと決めつけてしまったので、値が定義されないという結論にたどり着くことができなかったんだな。極限が収束するときに、講義積分は収束すると言えるわけだ。収束して初めて値の存在を認められる。ここまでがこの問題についての主な議論だ。おまけとして、講師の式積分を確認してみた。講師の式とは、左に書かれた講義積分の定義を少し変えたもので、不連続点への極限を2つとも同時に近づけてしまうんだ。つまり、イプシロン0イコールイプシロン1イコールイプシロンとして、両側の極限を取る。一般の講義積分では値が定義されない関数と区間の組み合わせであっても、講師の式は存在することがある。まさに今日の問題の状況がその例だったわけだ。当時は5回答が講師の式に一致したことから、この動画は間違いではないと主張してしまったが、今撤回する。あの動画は確実に間違いだ。今日の動画はここまで。私の授業がためになったらチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいぜ。それと、私たちの話に誤りがあればぜひとも指摘してくれ。こちらも調べたりした上で反論するかもしれないが、正しいことを伝えることが何よりも優先される。また、誤りはそれが認められた場合に直ちに訂正される必要があるとも考えている。今日はこれくらいにして、また次の動画で会おうぜ。じゃあな。